皆さんおはようございます。本日はね、ちゃっちゃといきますよ。こちら、ペン BBS のなぎなた2部です。ペン BBS なぎなた2部。もはや都市伝説になろうとしている一瞬で売り切れるなぎなた2部が本日再入荷しました。多分ね、製造所を作るの時間かかるので、これもすぐ1日もしないで売り切れると思います。売り切れなかったらごめんなさい。でも売り切れると思う。この画面すら前回みんな見れなかったと思うの。一瞬で売り切れちゃって画面消えちゃって、もうこの元の金額がいくらだったかも知らない人いらっしゃるんじゃないでしょうか。こちらナンバーワンカリグラフィー2部と言いまして、2299円です。2299円。今回、書き味とかじゃなくて、とりあえず買いたい人今販売してるから買っといてっていうお知らせの動画ですね。ヨーロッパの人たちはすやすや寝てるし、アメリカの人たちは仕事が終わって今から注文するところだと思います。で、日本の皆さんは帰ってきた頃にはもしかしたらないかもしれない。なのでちょっと早めにお昼ぐらいにアップします。間に合うかな。今午前中なんだけど、詳しい話してると長くなっちゃうんで、今回はなぎなた2部おすすめする手短な理由と、あとペン BBS のクラフトナイフ、前回の第1版目に何語だよ、興奮しすぎね。もう即サイトからなくなったの。売り切れちゃってさ、即売り切れる。まあそうだよね、3000円でなぎなた2部普通買えないから。で、ないのよ、ステンレスでも。金2部だったらめちゃめちゃ5万とかするじゃん。でもなぎなたの特徴的にタワーム感じの2部じゃないから、ステンレスでいいなと思ってたの。それが実現されて、まあ世界中の人が買い求めて一瞬で売り切れるのね。今日が6月の7日でしょ。6月の7日の夜中から始まって、6月の7日の6時時点でどうなるかだよね。今回前回より多めに在庫作ってると思うんですけど、転売屋さんも買ってくんで、多分すぐ在庫ショーになると思います。プチ情報として、もしエチのサイトでなくなってしまってたら、アリエクスプレスで転売屋さんが売ってたりします。転売屋さんの値段は約3000円で無料配送料です。まあ、公式と変わらない値段で出遅れた場合は買えるよっていうことだけお知らせしておきます。あとはこちらペン BBS のクラフトナイフですね。クラフトナイフは後半ご紹介するとして、取り急ぎ地幅だけ見たいよね。こちらが前回から出てきてるノートなんですけど、横に引いた場合、縦に引いた場合、横に引いた場合、縦に引いた場合、横に引いた場合、縦に引いた場合という形でこの太さの比較をしています。フランケンペンのプラチナの紹介の時は、こちらが上の段 0.3 が横に引いた場合、0.35 がペンを縦に引いた場合の太さの違いを表しています。そして今回ペン BBS のナンバーワンカリグラフィーもすでに書いてあります。インクはダイヤミンのディープダークオレンジですね。ペン BBS ナンバーワンカリグラフィー、通称なぎなた2部です。なぎなた2部が何が起こるかというと、ミュージックは横に引くと平べったくて、縦に引くとぶっとくなる。それが主にイタリックやスタブの特徴です。で、今回のなぎなた2部は逆で、横に引くと太くて、アーキテクト2部もそうなんですけど、横に引くと太くて、縦に引くと細い。ターム感じがゼロの固めの2部なんで、なぎなた2部は揃えてないんですよ。なので素人なので、トンチンカンなこと言ってたら本当ごめんなさい。なのでこのイタリックと逆の現象が起きるんですね。で、なぜ逆の現象が起きるかというと、分かりにくい。ちょっとどれも分かりにくいな。こちらがプラチナの F ですね。細字になります。普通の文字ってこんな感じですよね。統一感、横も縦も統一した線幅になりますね。字幅になります。で、この辺がイタリックなんですけど、で、次あたりで紹介する予定の、もうネタバレしまくってんだけど、ウーマン C2 をミュージック2部にしたタイプですね。ミュージックなんで、横に書くと細くて、縦で書くと太いよっていう字幅になってます。
そして今回のナンバーワンカリグラフィーは 0.8 から 1.5 の太さが書けます。通称なぎなた2部ですね。インクはダイヤミンのディープダークオレンジで書いてみました。ペン先を立てて書くと全部細くて、ペン先を少しいつも通りの引き角度に下ろして45度ぐらいで書くと縦が細くて横が太くなる。これがなぎなた2部の特徴です。数字で書くと癖のない数字で書くと上がこんな感じで、いつもの私の癖字で書くと斜めになるんで少し変化の見える文字が書けます。ペン BBS のベイニーさんがインスタをしてるんですね。その中でちょこちょこ情報を入れてくるんですよ。でこれ上がった時のみんなの反応といったらないよね。とにかくなぎなた人気がすごいです。中国ではなぎなたの2部が本当に人気あるんですね。この辺から本格的に宣伝始めてますね。今は制作段階だけど近々出しますよとこの辺りで言ってます。ペン BBS のページがあって、ペン BBS のページでも宣伝してます。これはね高いので手届かないんですけど、14金2部ですね。ちょっとこれだと太さがわからないので真正面のを見たいと思います。ミュージック2部とこのなぎなたの縦横が正反対ってどういうことっていうのをこれから見ます。こちらが353103パープル色のナンバーワンカリグラフィー2部になりますね。2部チャームになります。こちらがナンバーワンカリグラフィーになりますね。言いにくいんだけど、名前長くて言いにくいんだけど、ペン BBS さん。こちらがなぎなた2部になります。見えやすいようにもうちょっとズームしますね。なぜ立てると細くなるかというと、この先っちょの部分がこうとんがってますよね。先っちょの部分がとんがってて、徐々に寝かせると太くなる。なんていうの？この形なんていうんだろう。説明うまくできないんですけど、ペンのあたりを先端に持ってくると細くなるし、ペンポイントの部分下がっていくとこうどんどん太くなってますよね。なので寝かせれば寝かせるほど接地面が太くなって字も太くなる。それで字幅が楽しめる、そういった仕様になってます。こういう形ね。なぎなた2部苦手で全然持ってなかったから、このクオリティどうでしょう皆さん。万年筆界隈の皆さん、なぎなた2部に関しては本当素人なので、他の動画でもやっちゃってますけど、ものすごい専門家なわけではないので、なぎなた2部で不手際あったら本当ごめんなさい。ただ私が使った漢字、金ペンと変わりなく使えるイメージです。特にこのごっついなぎなた形状してるので、金ペンも硬いんですよね。こうたわまないから、ぐっとたわむタイプの2部ではないから、より一層ステンレスでなぎなた狙ってきたっていうところが、まあなかなかアイディアマンですよね。2部の仕上がりも素晴らしいです。あら探そうかと思ったんですけど、もう全然なぎなたしてます。きっちりなぎなたしてます。買って損はないです。いきなりセーラーの5万とかのなぎなた買う前に、この3000円、送料込みで3000円のなぎなた2部挑戦してみるのは大いにありだと思います。こちらが3776のミュージック2部になります。ミュージック2部は太い、ミュージック2部は横に太い、なぎなた2部は縦に太い、なぎなた2部は縦に太くて、ミュージック2部は横に太い、そういったイメージで購入されるのが良いと思います。ごめん、朝から動画回してんだけど、もうすでに20人以上がカート入れてるのやばいかも。多分動画上げる頃にはもう売り切れてるかもしれない。動画撮ってる最中も結構朝早いんだけど、在庫が少なくなっています。もうやばすぎるでしょ。人気爆発しちゃってるじゃん。中国のなぎなた人気すごいからね、2部。ついでに紹介しようとしていたのがペン BBS の481クラフトナイフです。この曲線が良かったら、同じ曲線美のある万年筆も注文しようかなと思って先に注文したものです。ごめん、早口に行くから何言ってるか分かんないかもしれない。ペン BBS、こちらを購入しました。481のクラフトナイフです。雑だな。やばい、急がないとマジで売り切れる。キラキラでビックリマンシールをイメージしてみました。ビックリマンシールのさ、ゼウス様当たると、まあ
ウキウキしたよね。そういう話はどうでもよくて、すごい使いやすい。どう使いやすいかというと、こういった歯ブラシに近い、この歯ブラシの曲線美に近い持ちやすさがある。歯ブラシに近い曲線美に似た持ちやすさがあります。もう紹介も雑だよね。よいしょって気をつけて開けてください。私が持っているナイフでは工房セッサンの普通のタイプのカッターナイフと工房セッサンのルボナーナイフ2つ持ってます。それに加えたのが今回ペン BBS のこちらの1000円程度のクラフトナイフですね。で、めちゃくちゃ使いやすい。これ今後開封動画で使っていきます。めちゃくちゃ使いやすいです。少しね、日常を豊かにするのにいいんではないでしょうか。1000円程度の贅沢させてください。で、アクリルだからガラスペンとかのガラス軸だと割っちゃうの心配なんだけど、これは落としても相当強く落とさない限り割れないので、扱いも多少雑でもいけると思います。例えばいつも中国から届くこの黄色い封筒を切っていきます。結構ね、綺麗に切れるから手気をつけてくださいね。すぐね、パッと切れちゃうと思う。ほら、思った通りに細かく綺麗に切れるから、この刃物はもうその辺に売ってるその辺に売ってるってのは失礼なんですけど、きちんとした安くて強いきちんとした刃だと思うんですけど、どうしてもこういうグリップの部分をね、おしゃれにして付加価値をつける方向性は非常に好感を持ってます。で、これで3、4千円とかだったら買わないですけど、1000円で買えるので、手元に1本置いとくだけで自分のこのデスク周りがきらびやかになるのでおすすめです。こんなね、ゼウスみたいにビックルマンのゼウスみたいにキラキラしてなくても、いろんなシンプルな軸もあるので、真っ白だったりとかブルーだったりだとか好きな色を購入するといいと思います。やばいな、ごめん、間に合わないかもしんない。昼までにアップしますけど、間に合わなかったらごめん。これね、本当に3000円では手に入らないようななぎなたニブなので、ニブシェーパーが中国にもきちんといて、その方が作ってらっしゃるので、結構きっちりしているなぎなたニブです。ぜひチャンスがある方は購入してみてください。ごめん、あげた時に売り切れになってたらごめんなさい。そしたらアリエクスプレスで3000円で売ってる転売屋さん覗いてみてください。多分ね、出てくると思う。この後に出てくると思う。それじゃ取り急ぎお知らせでした。またね、おやすみなさい。じゃあね。